げるやん。ようこそ、山岸豊です。今日はこちらのポルシェ918スパイダーを紹介したいと思います。今日ドライブしているポルシェ918スパイダーはポルシェカレラ GT の後継モデルで、アメリカンルマンシリーズやルマン24時間レースで活躍したプロトタイプレーシングカーポルシェ RS スパイダーのエンジンをベースに開発されたパワーユニットを採用し、フロントとリアに電動モーターを搭載したパラレル方式のフルハイブリッドロードカーで、2015年までに918台が限定で生産されました。2023年からウェックワールドエンデュランスチャンピオンシップとルマン24時間レースへ参戦するニューマシンのポルシェ963は918スパイダーのパワーユニットをベースに開発されているそうです。ルマンにおけるポルシェ初のウイニングマシンであるポルシェ917系をモチーフにしたというボディデザインはエアロダイナミクスに優れた性能を備えており、ボディパネルはすべて CFRP カーボンファイバー強化プラスチック製で、シャシーもカーボン製モノコックが採用されています。ボディサイズは全長が 4645mm、 全幅が 1940mm、 全高は 1168mm、 ホイールベースはカレラ GT と同じ 2730mm です。138kg あるリチウムイオンバッテリーを搭載した車両重量は 1674kg で、 1380kg だったカレラ GT に対して294kgのウェイトを積んでいる感じですね。オプション設定されたバイザッハパッケージを装着した場合はマイナス 40kg の 1634kg です。ミッドシップに搭載された V 型8気筒 DOHC32 バルブのナチュラルアスピレーションエンジンは 4593cc の排気量から最高出力608馬力を8700回転で発揮します。フロントを駆動する電動モーターの出力は129馬力、リアの電動モーターからは156馬力を3000回転で発揮して、システムの最大出力は887馬力、最大トルクは1280ニュートンです。前後の重量配分は43対57で、フロントを電動モーター、リアを電動モーターとエンジンで駆動する 4W システムを採用しています。トランスミッションは7速 DTC で、レースモードではサーキット走行に適した素早いシフトアップダウン操作が実現されているそうです。ハイパワーな918スパイダーのパフォーマンスは0-100キロ加速が 2.6 秒、最高速は345キロで、カレラ GT と比較して約300キロ近く重量を積んでいるのに、0-100キロ加速で 1.3 秒、最高速は15キロも上回っていて、ニュルブークリンクのラップタイムではなんと15秒もカレラ GT より速いんです。これはすごいですよね。装着されているタイヤはポルシェ認定タイヤのミシュランパイロットスポーツカップ2で、サイズはフロントが 26535ZR20、 リアが 32530ZR21 という前後異形サイズを採用しています。ブレーキはポルシェセラミックコンポジットブレーキ PCCB が標準装備されて、フロント6ピストン、リア4ピストンのブレーキキャリパーに、フロントが 410mm、 リアが 390mm のブレーキローターが装着されています。今は E パワーモードでずっと走行してるんですけど、とても快適ですよね。このルックスと車格でエレクトリックカーっていうのも何とも言えない感じですね。ブレーキを踏むだけで改正されてバッテリーが充電されるので、下り坂は
ずーっと E モードで走れちゃいそうですね。この E モードは時速150キロに達するとエンジンに切り替わります。そしてフル充電された状態での走行距離は約30キロを走れるそうです。充電しながら走ってしまったらもっと伸びるんでしょうね。今も下り坂を走ってブレーキを使いながら走っていますけど、かなり充電されていってます。このステアリングの下のところに走行モードの切り替えスイッチがあって、今は E パワーモードなんですが、次にハイブリッドモードにしてみます。でもこのぐらいの車速とアクセル回路だとエンジンが始動しないですね。今バッテリーの容量も 80% ぐらいありますから、カレラ GT もそうだったんですけど、この918スパイダーもタルガトップを採用されていて、外した屋根はトランクフードの中に入っちゃうんですよね。なんかこういうところまで細かくね設定してくれてるポルシェって素晴らしいメーカーですよね。ゆるい下り坂なんですけど、こんなステージだとエンジンが全然始動しないですね。もともとハイブリッドモードはバッテリー中心にエレクトリックで走るモードだということなんでしょうね。じゃあ U ターンして上り坂行ってみましょうか。エンジンがかかった。今少しアクセルを踏み込んだらエンジンかかりましたね。これスタートしてからずっとエレクトリックモードで急にエンジンかかるんですけど、水温とね油温を気にしてないとオーバークールになっていて、このままエンジンをねアクセル開けて使っちゃったらエンジン壊しちゃいますよね。結構そういうところは気を使いますね。さあまた少しハイブリッドモードで走ってみましょう。今ゆるい上り坂を登ってってます。アクセルをね少し踏み込んであげるとエンジンが始動しますね。でも今バッテリー残量はね結構あるんですよね。約 85% ぐらいは充電されている状態です。でレースモードにした場合、このバッテリーの充電をフルにモーターにね使ってあげてパフォーマンスを出す方向に切り替わるみたいなんで、後で少しだけちょっとフルパワーも味わってみたいと思います。エンジンの V バンクの外側に吸気システムを、内側に排気システムを装着するという情報排気レイアウトを採用されていますが、この情報排気のエキゾーストノートがオープントップのコックピットの中にバンバン入ってくるんで、ついつい高回転使って走りたくなっちゃいますね。後輪にはリアアクスルステアと電子制御の LSD、 そしてトラクションコントロールが備わっていて、ハイスペックな走りに見合ったスタビリティコントロールを実現しているはずです。特に高速域で後輪操舵の効果が効いているとメーカー側のリリースでは発表されています。さてハイブリッドモードからこのコントロールのスイッチを回してスポーツモードで走ってみましょう。
結構路面に落ちてる小さい小石をタイヤが拾ってボディのインナーカバーとかその辺りにコンコンコンって叩く音がよく聞こえてきます。それだけ遮音材とか一切使ってないんでしょうね。やっぱりパフォーマンスを出す仕様の車ですから当然といっちゃ当然ですよね。ゆっくり走ってると、こういったね音とかすごく気になります。そうか、この E パワーモードで走ってると鳥がねさえずってる声まで聞こえちゃうんですよね。なんかこういうワインディングとかオープンカーで走ったことはありますけど、エンジンのね音が全く聞こえないっていうのは本当になんか周囲の環境に溶け込んで、なんかねすごくいい感じ。このモーターだけで時速150キロまでカバーしちゃうんで、日本の道路のほとんどはエレクトリックモードだけでいけちゃうっていう仕様になってますね。この車のフルパワーを使って走る場所っていうのはもうクローズドコースしかないですよね。あまりにも速すぎちゃうと思います。結構ね小石を跳ねてる音聞こえてきますよね。で乗り心地に関してはこういう低速域ではやっぱりお尻にコツコツ振動が伝わってくる感じで、サスペンションストロークは決して少なくないと思うんですけど、それでも初期のダンピングレートは高めですね。タイヤのハイトも高いですから、これはしょうがないかなっていうところですよね。この車の狙っているところはやはりサーキットでしょうから、乗り心地に関しては妥協するっていうところになると思います。それでもねこの突き上げ感が決して乗ってられないほどひどいかって言ったら全然そんなことなくて、街乗りだったら全然苦痛にならないレベルですよね。なんかこういうインプレッションする時もエンジンの音がなくて静かだと頭の中もちょっと冷静に整理できる感じがします。逆にエンジンサウンドがないスポーツカーはちょっと寂しいのかなって思いますね。もちろんハイスピードで走ればそれなりにねアドレナリンは出るんでしょうけど、やっぱりエキゾーストの音が欲しいですね。この急にエンジンがかかるとびっくりしますね。さて今度はスポーツモードにして走ってみます。ハイブリッドモードに比べてシフト速度が速くなってますね。エキゾーストの音も少しサウンドが大きくなった気がします。バッテリーの容量が減ってきてもこのスポーツモードで走ってあげることによって結構短時間で満タン近く充電されるんですよね。今4速までポン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 と小気味よくシフトアップしてくれました。ポルシェのねミッションは本当に賢いですよね。
さてそろそろレースモードにしてみましょう。たまんないですね。レブリミットのね9000まできっちり回ってくれますね。これはいいわ。早すぎですね。いや正直ねコーナーをちょっと攻めてみましたけど、なんか全然限界には至らないですね。やっぱりねこの車はサーキットに持ってかないと限界を探るっていうのも無理があるっぽいですね。まあでも本当こんなね高性能をロードカーとして楽しめるいい時代になったと思いますさあ最後に一発レースモードで行ってみましょう。おう加速でフロントがすごいちゃんとね引っ張られる感じです。やっぱりね4駆なんですごくトラクションも安定してますよね。思ったよりねブレーキはガツンって効いてくれないんですよね。これはね回生がブレーキのせいなのかもしれないですけど、ちょっともう少しこれだけね速い車だったらブレーキはねガツンって効いてほしいですよね。ルマンを走ってるポルシェ919などのハイブリッドカーも全部ねブレーキは速めなんですよね。まあそこで回生させてあげてまたねモーターのパワーで加速してあげるっていうね、そういう考え方なんでしょうね。それにしてもこの V8 エンジンのサウンド最高ですね。路面が荒れてるところも跳ねないですね。
ドを上げれば上げるほど路面に張り付く感じですね。これはすごいわ。ロードカーのダウンフォースレベルじゃないですね。完全にレースカーに近いですね。レースモードでこの赤いボタンを押すとホットラップモードに入りますんで、それを一回試してみましょう。思わず声上がっちゃいますよね。コーナーからのね、脱出、フル加速の時にね、すごくフロントを引っ張ってくれますね、モーターが。まるでワープしてるみたいな加速しますね。それにしてもこの V8 サウンドたまんないですよね。またね、カレラ GT とはちょっと違って金属音ね。半端じゃないね、この車。Thank you for watching! 今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。